やばい。こんなもんなの純正サスって。よしね。今ね、これ外したんですよ。これよくないね。これが原因っていうのがあるかもね。で、ここをばらすときに、マイナスロイバーで叩きながらこいつは外れるんだけど、中が30の30ミリのレンチなんですよ。30ないんだよね。32しかないんだよね。でここって再利用ができないんですよ。だから実際ブレーキってここにこうやってあって、周りは何もないんですよ。だからちょっと周りにパーツクリーナーぶち込んで、ちょっと反対も同様にやっていきます。なんかが当たってるのは確か。これをバラバラにしないことには分かんないんで。はい、というわけで原因が判明しました。ここまでバラバラにしといて、ただタイヤ外せば済んだもの。これですね。この中にカブベアリングってものが入ってるんですよ。これをスムーズに回す用のなんていうの、そういうものがね、玉っころがコロ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 ってついてて、その上に鉄板がこうパコンってあって、それをこうくるって回るとベアリングがぐるぐる回って、それが綺麗にこうぐるっと回るようなやつが、それをベアリングって言うんですけど、ハンドスピナーみたいな。それが多分もうダメですね。でこれの交換をしなきゃいけないんだけど、自分でやろうかなと思ったら、プレス機で押し込まなきゃいけないらしいんですよ。というわけで今回はもう無理ですね。これさすがに俺の力じゃ無理。いくら俺がね鍛えてて力があるっつってもプレス機には勝てないですから。おっしゃー、おっしゃーじゃねえよ。でも一応原因分かったんで、よしとしましょう。というわけで一回バラそう。バラすじゃない、もうバラしてやる。じゃあこれを組み直しましょう。そのついでにちょっとした点検整備、そんな感じのことをねちょっとやっていきたいと思います。ガタがあるところは締め直してとか、ちょっとチェックをねしていきます。車が古くなってくるとね、ベアリングが壊れたりすることもあるからね、やっぱこういうのはしょうがないですよ。なんとか劣化、経年劣化だからなんだかってやつです。見直そう。
して意味なかったね。まあ原因が今まで分かんなかったから、まあ分かっただけよしとしよう。でブレーキテストも OK だし、足回りもチェックしたけど OK です。そんなこんなこの動画多分2本になってることでしょう。まあ、最後まで見てくれた方ありがとうございます。落ちねえし、ね、落ちは本当にもうね、ライブ配信しながら撮影しながらだし、落ちもクソもないよ。終わり終わり。飯食おう飯。